皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は不動産事業を本業としながらエネルギー事業にも取り組むミラースホールディングス証券コード8897の現場に入り、しっかりと点検していきたいと思います。直近で事業の大きな見直しや強力な株主還元策も発表され、見どころの多い銘柄です。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。のんびり点検シートでこの銘柄の基本スペックをサクッと確認します。配当利回りは 4.93% と高水準で、こちらは合格です。次に元手のお金をどれくらい効率よく増やしているかを示す稼ぐ力である ROE は 11.04% で 10% 以上なので合格。続いて返済しなくていい自分のお金がどれくらいあるかという倒産しにくさを示す自己資本比率は 20.1% と目安の 50% に届かず不合格です。そして利益のうちどれだけを配当というお小遣いに回してくれたかを示す配当成功は直近で 47.9% と 50% 以下に収まっており合格です。また日々の現金の出入りを示す営業キャッシュフローは不動産の仕入れを積極的に行っているためマイナスになる時期もありますが、過去にはしっかりプラスを出しており、事業のサイクルに沿った動きとみられます。財務の基礎体力には注意が必要ですが、稼ぐ力と還元姿勢は立派ですね。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱です。それではこの会社がどうやってお金を稼いでいるのか、最新の第3四半期のデータでセグメント構成比を見てみましょう。売上高の 85.6% を占める最大の柱が不動産事業です。新築分譲マンションや戸建て、中古の再販などを手掛けています。次いで 8.1% を占めるのが太陽光などの再生可能エネルギーを扱うエネルギー事業。残りが建設やホテルなどのその他事業で 5.7%、ファンドの運用などを行うアセットマネジメント事業が 0.6% となっています。マンションや戸建てをしっかり売り切る現場の力がこの会社の収益を力強く支えています。次に業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見ていきます。売上高は2021年3月期の1483億円から2025年3月期には1965億円へと順調に現場の規模を拡大しています。一方で営業利益は2021年の107億円から2023年3月期には70億円へと一度落ち込んでいます。これは資材価格の高騰など建設現場に逆風が吹いた時期があったためです。しかしそこから価格転嫁やコスト管理を徹底した結果、2024年には154億円、2025年には143億円と見事な V 字回復を果たしました。荒波を乗り越えて利益を出せる強い体質に変わってきた頼もしい軌跡が確認できます。ここからは財務の深掘り点検です。会社の健康状態がわかる貸借対照表 BS を深掘りします。最新の第3四半期時点の数字です。総資産3989億円に対して手元の貸借である現金は383億円です。一方で利息のつく借金である有利子負債は2691億円とかなり大きくなっています。この結果、会社の倒産しにくさを示す自己資本比率は 20.1% にとどまっています。不動産業界は最初に土地を仕入れて建物を建てるために多額の借金をするビジネスモデルなので、借金が多くなりがちなのは仕方のない部分です。とはいえ金利が上がってくるこれからの時代にはこの重たい借金がどう影響するかしっかり監視しておく必要があります。次に還元姿勢の点検です。配当金は過去5年間14円から直近の30円へと見事な増配を見せていました。しかし今期2026年3月の配当予想は21円と一旦下がる見込みになっています。これは後ほど触れるエネルギー事業の前向きな損切り減損によって一時的に最終利益が落ち込むためです。減配しちゃうのと不安になった方、安心してください。ここで会社側が出してきたのが新しい強力な株主還元方針です。
配当成功35から 40%、 または DOE 株主資本配当率 3.5% のいずれか高い方を基準にするというルールに変更され、さらに2期目以降は初年度の配当金21円を下回らないという下限設定も明言されました。 DOE というのは会社の純資産貯金箱をベースに配当を決める仕組みなので、もし一時的に利益が落ち込んで今期の配当予想が21円に下がっても、これ以上の減配を強力に防ぐ安全ネットになります。続いて直近決算と将来目標です。直近の2026年3月第3四半期の決算と将来の目標も確認しましょう。本業の儲けを示す営業利益は前年同期比で 27.7% 増と絶好調で、最新の発表では通期の営業利益予想を165億円へと上方修正しました。しかしバイオマス発電事業において資材高騰などの影響により約33億円の減損損失という特別損失を計上したため、通期の純利益予想は下方修正されました。これはエネルギー事業の膿を出し切って儲かる不動産事業へ資金を集中させるための前向きな損切りです。さらにこの方針転換に合わせて上限10億円300万株の自社株買いを発表し、来期には総額約40億円規模の総還元を実施する予定です。経営陣の覚悟と株主を大切にする姿勢がバシバシ伝わってきます。チャートと需給の点検です。株価は現在426円付近を推移しています。 PBR 持っている資産に対して株価が割安かどうかは 0.72 倍と1倍を大きく下回る割安な状態で放置されています。信用概算は約204万株、信用倍率が 46.28 倍と将来株価が上がると期待して買っている人が多く、上値が少し重たい状況です。しかし強力な自社株買いの発表や手厚い配当の下支えがあるため、下値は硬いと考えられます。最後に結論総評です。ミラースホールディングスは不動産を軸にしっかりと稼ぐ力を持ち、事業の膿を出し切りながら株主還元を抜本的に強化した変革期にある高配当割安株です。借金の多さと金利上昇リスクには注意が必要ですが、 DOE3.5% の導入と自社株買いにより投資家への安心感は大きく高まりました。投資戦略としてはわざわざ420円割れをじっくり待つ必要はないかもしれません。現在の420円台という株価は底値である21円配当で計算しても利回りが約 5% もある魅力的な水準です。来期以降本業の利益が回復して増配されれば将来の利回りはさらに跳ね上がります。この有利な条件で拾えるのは一時的に業績が沈んでいる今だけのチャンスと言えるのではないでしょうか。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。